乾いた風が吹き抜ける南米ペルーの大地。標高400メートルを超える乾燥した高原地帯に奇妙な線が広がっている。その数およそ800以上。まるで子供が落書きをしたような単純な線もあれば、ハチドリや猿、雲、さらには幾何学的な巨大な模様も。この地、ナスカ高原、その全貌は地上からは決して見ることができない。人間の視点ではただの地表の傷跡だが、空から見下ろせばそこに浮かび上がるのはあまりに完璧な糸の痕跡だった。人間がこれを見つけたのはほんの100年足らず前。そして発見されたその日から、ある疑問が人々の心にすくっている。誰が何のためにこんな場所に空からでしか見えない巨大な絵を描いたのか。このナスカの地上絵は紀元前200年から西暦600年頃、クレ・インカ時代のナスカ文明によって描かれたとされる。使われたのはごく簡素な方法。地表の酸化した黒い石を取り除き、下にある明るい砂を露出させるだけ。それだけで何キロにも及ぶ線が現れ、何千年も消えずに残っている。だが不思議なのはその設計思想である。地上からは意味をなさない模様、正確な形状も大きさも人間の目では測れない。にもかかわらず、それらの模様はまるで巨大なサインのように空に向かって描かれているのだ。なぜ見えない場所に見えるものを描くのか。この問いに対する科学的な説明は未だ決着を見ていない。航空機が発達し、空から地上を見下ろす視点を手に入れた人類は、ナスカの地上への本当の姿をようやく理解することとなった。そこにあったのは、直線が交差する滑走路のようなパターン。無数の線が一点に向かって集まり、やがてまた分岐する。一部の研究者は言う。これは天文観測装置であり、季節や太陽の動きを示すカレンダーだと。しかし、他の声は静かに、だが確かにこうささやく。これは宇宙への道しるべではないのか。直線の配置や角度、それぞれの模様が持つ座標的な意味、それらは偶然ではない。あるものは地球外からやってきた何者かのために用意された地上のマップであると主張する。まるでここに知的生命体が存在すると示すかのように。当時
ナスカの民は高度な測量技術も空を飛ぶ手段も持たなかったとされる。にもかかわらず数百メートルに及ぶ模様を誤差なく描ききっている。目印もなく上空からの確認もできず、どうやって高台から見下ろして作ったのではとの説もある。だが描かれたモチーフの精密さはそれでは説明がつかない。ナスカの文明にとってこれらの線は何だったのか。宗教的儀式か、死者への道か、それとも別の誰かとの交信手段か。そしてもし彼らが描いたのではないとしたら、この大地にかつて別の知性が存在していたのだとしたら、最も大胆な仮説の一つが宇宙への地図説である。それは人類が宇宙空間へ衛星を放つようになってから、逆に宇宙からの視点で地球を見るものが増えたことに起因している。 NASA の衛星写真にもはっきりと写るナスカの直線群。それらの交差点や終点のいくつかは地球上の事情の異常地点と重なるという報告もある。あるものはこういう。この地上絵は宇宙から地球を観察する者たちへのメッセージだ。我々はここにいる。ここが入り口だ。この地に降り立て。地上に描かれた直線はまるで滑走路。模様は情報。地球が何かを待ち受ける受信体だったのではないか。ナスカの地上絵とセットで語られるのがオーパーツの存在だ。時代や技術レベルからしてありえないとされる遺物。例えばペルーで発見された金属製の航空機模型、あるいは電気の回路のような文様が刻まれた石板。さらには他の大陸、エジプトやバビロニアの遺跡に描かれた空飛ぶ神々の姿とも共通するモチーフがある。もしこれらが太古の異星文明の名残だとしたら、ナスカの地上絵はそれらと地球人を結ぶ通信網だったのではないか。誰も答えを知らない。だがそれがすべて人間の手によって描かれたのだとするならば、それはそれであまりに奇跡的な文明ではないだろうか。現代のテクノロジーは再びこのナスカの謎に光を当てている。 Google Earth による俯瞰、ドローンによる撮影、AI によるパターン解析。最近では今まで知られていなかった新たな地上絵が発見され、その数は年々増えているという。まるでナスカの大地そのものが情報の図書館であったかのように。だがそれでも
なぜ描いたのかという確信には近づけていない。技術は進化してもそこに込められた意志には触れられない。ナスカの地上絵は今もなお風化せずに大地に残り続けている。それは過去から未来への問いだ。我々は誰に向かって何を描いているのか。地上に残された宇宙へのメッセージ。そう言われるこの線の群れは見る者の心に一つの感情を呼び起こす。知らない誰かが我々の存在を知っていたのではないかと。あなたがこの線を空から見たとき何を思うだろう。それはただの模様か、それとも遠い昔星の海から届いた手紙のように感じるのかもしれない。おしまい。